考えても仕方がないのに気がつくと同じ話を堂々巡り。考えたいと思ってもいないのに頭の中に次々と思考が出てくる。そんな思考のことを心理学では自動思考と呼んでいます。例えばこんな感じです。昨日は〇〇さんに嫌味を言われて一日中嫌な気分だったな。なんであの人は私に対していつもああなんだろう。本当に面倒。3日前の雨の日のこと、まだ根に持ってるのかも。今日もまた何か言ってきたら嫌だな。あ、今日の次長との打ち合わせ、資料作るの忘れてたらやば。なんで私って。こんな感じで頭の中に思考がずるずると出てきて、つながったり一つのストーリーにすらなっている。起こるか起こらないかもわからないことをずっと心配してみたり、人の気持ちを勝手に想像してイライラしてみたり、変えられない過去を後悔してみたり、どうでもいい連想を始めたり、時間の無駄って分かっているのにやめられず、メンタルを疲れさせてしまうのが自動思考です。同じことを考えれば考えるほど、自動思考の脳神経回路がどんどん太くなって、この強靭な自動思考の脳神経回路からの強制アクセスに乗せられて、気づいた時には思考してます。そしてさらに続きを考えてしまう。これはもう仕方ありません。ご自分を責めないでください。この思考を静かにさせる大切なポイントは、気づくこと。自動思考をしていること自体に気づくことを選択するのです。自動思考に気づいたらすぐに、今考えてたな、です。今回は、右脳ワークをしているのになかなか自動思考が消えないと悩んでいる方へぜひご紹介したい。この気づいていれば OK ということについて、動画前半にネドジュンさんのオンラインサロンの増田室長のお話、後半にマハラジの教えについてご紹介します。伝統的な仏教の修行においても気づきが一番大事とされています。気づきこそが悟りへつながる道だと言われているのです。気づきとは自分の思考や感情に気づいていること。例えば怒っているとき、自分が怒っているなっていう自覚があまりないんですね。ところが怒りながらも、私今怒ってるなって気づいている。何か怒って文句言いながらも、私怒ってるなっていう自覚がある。気づきながら怒っている時というのは余裕と冷静さがあるのです。それは思考と一体化していないという状態です。逆に一体化している状態というのは、今怒っている自覚が一切なく、とにかく怒り散らしている、そんな状態です。同じ思考や感情がある状態であっても、気づいているかどうかで、冷静さと余裕が全く違うのです。思考や感情と一体化しているときは、思考や感情が意識全体を埋め尽くしている感じ。一方で一体化していない気づいている状態は、思考や感情があるけれど、意識がそれを眺めている。包み込んでいて、いっぱいいっぱいにはなっていない。この時の思考や感情は意識と一緒にあるが、意識そのものではない。それがよく世界の各社たちが言う、思考は自分ではない、感情は自分そのものではないという表現になるのです。いろいろワークをやっても、なかなか自動思考が消えないと悩んでいる方多いと思います。なかなか思考は消えないと思いますが、それに気づいているか気づいていないかは全然違う状態なんです。なので、ワークをやってて全然思考が消えなくても、思考があることに気づいていれば、それで OK なのです。できないって思っていても、そこにイライラがあるなって気づいている。それで OK です。なんか苦しい。
苦しいけど苦しいってことに気づいている。それで OK です。それは一体化していないということなんです。そして気づきというのは厳しく見張るとかコントロールすることではないのです。自動思考を止めたくて頑張ると厳しく見張り、出てきた思考や感情を何とかコントロールしよう。そのようにやりがちですが、そうではないんです。気づきとは、その思考や感情にそっと触れている、はっと気づいている、共にいる、寄り添う、追いやらない、解釈しようとしない、解決しようとしない、ありのまま、そんな穏やかなスタンスなんです。右脳ワークしていても思考が出てくることがある。できてないけど、その思考があることに気づいている。それで OK です。思考や感情が消えるかどうかではなくて、それに気づいていれば、もうワークとしては成功だと思ってください。次に各社マハラジの教えをご紹介します。思考に気づいていることはずっと見張ってなければならないというのではなく、繰り返しの回復です。思考が出てきても大丈夫。それが自然です。人間として日常を生きている限り、思考が出てくるのはごく自然なこと。つい考え事に夢中になったり、感情に巻き込まれたり、忙しさの中で自分を見失ったり、それは失敗ではありません。むしろそれに気づける瞬間こそが大きな目覚めへのチャンスなのです。思考に気づくことが実践そのもの。思考していると気づいたとき、また思考している私はまだまだだと責める必要はありません。その代わりに、また考えてるな。でも今それに気づいた瞬間、あなたはもう戻っています。その戻るという行為こそが目覚めの実践の核心なのです。気づくたびに深まっていく。私たちはつい考えて何度も気づきますが、ただ同じ場所をぐるぐる回ってるわけではありません。思考に気づくたびに気づきは少しずつ深まっていきます。視野が広がり、自分に対する優しさが育ち、思考や感情へのとらわれが緩んでいく。まるで考えていたことさえも肥やしになっていくかのように、気づきは思い出すたびに実っていくのです。繰り返すことが力になる。気づきとは常に完璧に思考を止めることではありません。それはむしろ何度でも思考が出てきていい。でも思考に気づくたびに少しずつ自分の居場所が分かってくる。そしていつか考えてても平気。戻るのは自然なことと思えるようになる。失敗ではなく回復の繰り返し。気づきの道に失敗はありません。思考していることさえ実はプロセスの一部です。大切なのは戻ろうとする意思ではなく、戻ってきたことに気づくこと。だから、また思考してた。でも今気づけた。それだけであなたはすでに深まっているのです。私たちはよく気づきや悟りを手に入れるもの、特別な力のように思ってしまいがちです。でも気づきはどこかへ向かうものではなく、今ここに戻ること。思考や感情に巻き込まれても大丈夫。重要なのは、今巻き込まれていたと気づくことです。その気づきは思考や感情と戦う力ではありません。
むしろその逆で、抵抗せずにただ見ている。ジャッジせずにそのままを許す。思考も感情もそのまま通り過ぎさせるという穏やかな眼差しです。だからこそ私たちの内側に安心や広がりが生まれ、どんなに苦しい思考や感情に飲み込まれても穏やかな安心感に戻れるのです。いかがだったでしょうか。右脳シフトを目指してワークを頑張ってるのにすぐに自動思考が出てくる。そんな風に悩んでいる方、自動思考に気づけるだけで素晴らしいのです。思考を押しやらず解決しようとしない。ただ気づき、寄り添い、見守る。それだけで OK なんですね。